BGM で動画にストーリーを作ろう。フリーエディットただナビ。今回は動画編集でイメージを作る BGM、効果音の無料でダウンロードできるサイトを厳選して使い方まで紹介。フリーで素材を提供しているサイトのほとんどは広告が表示されます。ご注意ください。BGM フリー配布サイト、ドバシンドローム。ドバシンドロームは15000曲以上のフリー BGM 等が提供されています。スマホにも対応しており、スマホ、タブレットで動画を編集するという人にも向いています。BGM だけではなく、シングルや効果音など無料でダウンロードできる音源の種類も豊富で、このサイトだけで済ませることもできます。営利、非営利を問わず無料で自由に利用でき、利用の際の著作権、提供等の表示は不要という最高なサイトです。今まで、たくさんの BGM フリー配布サイトの中で、一番使いやすい音源がたくさんあります。他のサイトにはない使い勝手がいいポイントはまだまだたくさんあり、細かく絞り込んだり、並び替えたりもできます。さらに、無料で素材を配布しているサイトでは珍しく、ほぼ毎日素材が追加されています。それでは、ドバシンドロームの使い方を紹介していきます。ドバシンドロームのサイトを開いてください。まず、欲しい素材をゲットする方法の一つの検索の方法を紹介します。パソコンとスマホの場合で異なるので注意してください。パソコンの場合、右の虫眼鏡マークの上で検索したいジャンルを選択して欲しい音楽のイメージを入力、そしてエンターキーをクリックしてください。スマホでは通常の検索ができなく、詳細検索のみできます。スマホで詳細検索をするためには、右上の四角が集まったところをクリックして、虫眼鏡マークの詳細検索をクリック。パソコンでは、各種音源、作曲者検索の虫眼鏡マークのアドバンスト、サーチをクリック。そうして、詳細検索設定の画面を表示させ、並び替えの設定を変更したり、素材のタイプを絞ったりすることができます。検索キーワードに欲しい音のイメージなどを入力できます。指定するところでは、ここをクリックして、作曲者を選択した後、リストに追加をクリックすると設定できます。指定を解除したいときは、クリアをクリックしてください。しかし、クリアでは、作曲者一人ずつの解除はできません。検索タグを設定する場合には、追加したいタグをクリックし、解除するには、追加したタグの上をクリックしてください。設定の変更をしたら、検索設定を保存をクリックして、条件に合った音素材が表示されます。設定を解除するには、設定を解除をクリックしてください。ちなみに、おすすめな条件は、並び替えをダウンロード数順にすることです。人気な素材がわかるので、選びやすいです。先ほど紹介した検索などで、音楽素材一覧という画面を表示させます。その後、サムネイルまたはタイトルをクリックして、素材視聴の画面を表示させましょう。YouTube プレイヤーでは、動画の上をクリックして視聴し、HTML5 プレイヤーでは、再生ボタンをクリックして視聴できます。この2つを切り替えるには、プレイヤーの横から切り替えれます。トラックがいくつかある場合は、トラックの横から変更できます。ダウンロードしたい曲を見つけたら、ページを下に送り、この項目を確認して、音楽素材ダウンロードをクリック。トラックがいくつかある場合は、欲しいトラックを選択して、ダウンロード、ファイルをクリックして、ダウンロードされます。フリークラシック配布サイト、クラシック名曲ライブラリー。動画にクラシックを無料で入れたくなることはありませんか？クラシックの曲自体の著作権は切れていても、演奏者の影響で意外と無料で使えないクラシック。このサービスは曲名で探すことができない点、スマホ版サイトがない点にも注意してください。それでは、クラシック名曲ライブラリーの使い方を紹介します。サイトを開いて、ページを下に送り、50音順、作曲家名&曲目リストの部分まで送ります。そして、欲しい曲の作曲者の名前の上をクリックして、作曲者のページが開かれたら、欲しい曲の曲名をクリック。その後は、種類がいくつかあるので、一つずつダウンロードの方法を紹介します。ページを下に送って、このような画面が表示されるときは、再生ボタンで視聴でき、下にある、こちらをクリックして、ダウンロード。このような画面の時は、サポートは終了しましたの下のリンクをクリックして、再生ボタンで視聴します。右の3点マークをクリックして、ダウンロードをクリックして、ダウンロード。このような画面の時は、リンクをクリックして、再生ボタンで視聴し、右の3点マークをクリックし、ダウンロードでダウンロード。このような画面の時、リンクをクリックして、このようなエラーの画面が表示された時には、違うブラウザで再度お試しください。私の場合、Google Chrome から Microsoft Edge にブラウザを変更すると開けました。それでも難しい場合は、コメント欄でご質問ください。量、クオリティともにヤバい効果音配布サイト、効果音ラボ。このサイトは多くの YouTuber も使っている完全無料の効果音配布サイトです。2000種類以上と欲しいと思った効果音がほぼ確実にあり、声素材も充実しています。録音困難な音も実際に録音されていて、高クオリティな音を使用できます。営利、非営利を問わず無料で自由に利用でき、利用の際の著作権、提供等の表示は不要で、神なサイトです。
さらに、サイトなども自作されているため、動作が早く使いやすく、検索のページから直接ダウンロードができるところも使いやすいポイントです。そして、スマホ版もあるので、スマホで動画編集をしている人も使いやすくなっています。ライブ配信にも活用できる、広告なしのポン出しというサービスもあります。それでは、効果音ラボの使い方を紹介します。サイトを開くとこのような画面になります。まず、欲しい音がピンポイントに決まっている人向けの検索の方法です。ホーム画面から効果音を検索をクリックして、キーワードを入力して、エンターキーをクリックするか、虫眼鏡マークをクリック。パソコンで使用するときの検索欄の下に小さくタブが出てくるときは、そこからもダウンロードできます。すべて表示したいときは、すべて見るをクリックして、同じ画面を表示することができます。欲しい音がピンポイントに決まっていない人向けのジャンルで検索する方法です。ホーム画面等の上部から欲しいジャンルをクリック。動画の制作で効果音を探している人は、演出、アニメのジャンルの効果音がおすすめ。ジャンルによっては、サブカテゴリーでまとめられているものもありますが、サブカテゴリーの上をクリックして開くことができます。パソコン版で出てくる小さいタブでも同じように使用できます。欲しい音が全く決まっていない人向けのランダム効果音の方法です。ホーム画面等の右部からランダム効果音をクリック。スマホ版の場合はスクロールしてランダム効果音をクリック。これまでの画面を開いた後に効果音の名前をクリックして視聴でき、横のダウンロードをクリックしてダウンロードをすることができます。ちなみに効果音の名前の上をもう一度クリックすると再生を停止することができます。次にポン出しの使い方を紹介します。ホーム画面のここからクリックしたり、パソコンの場合は右から、スマホの場合は下までスクロールしてポン出し画面をクリックして起動できます。ポン出しの画面で流したい効果音の上をクリックすると流すことができます。パソコンの場合は設定したキーボードで流すことができます。各ボタンの効果音を変更するためには指定したい効果音のページを開き、パソコンの場合は効果音の名前の上を右クリック、スマホの場合は2秒間長押し、そしてこのタブを開き、割り当てたいところをクリックして変更することができます。ボタンの色、ショートカットキー、音量を変更するには設定をクリック、ショートカットキーを変更するにはパソコンで変更したい効果音の変更をクリックして設定したい数字かアルファベットキーをクリックして音量を変更するには音量の横のバーで調整、ボタンの色を変えるにはボタンの色を変更をクリックして色をクリック。最後までご視聴ありがとうございます。この動画が役に立った、良かったと思った人は高評価、この動画がつまらなかったと思う人は低評価をお願いします。サブスクライブ忘れずに。